はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうでございます。本日は皆さん待望の新製品インスタ 360X5 をレビューしていきます。 X5 はマイナーチェンジされた製品ではなく、センサーサイズから画質、操作性まで大幅な進化を遂げた製品になっています。はい、今回のレビューでは実際に2週間ほど使ってみて気づいた点や良かった点、いまいちだった点まで正直にお話ししていきます。販売価格は 84,800 円と前回の X4 よりおよそ 5,000 円ほど高くなっていますけども、果たしてその価値はあるのか、僕の動画を最後までご視聴いただければ購入の判断材料になると思います。はい、ではまずは基本的なスペックから解説していきます。インスタ 360X5 最大の特徴は新しく搭載された2つの 1.28 分の1インチセンサーです。前回の X4 が2分の1インチセンサーでしたので、面積にしておよそ 144% センサーが大型化しています。こちらのセンサーサイズが大きくなったことで画質や暗所性能が X4 よりも大幅に向上しています。他にも解像度も向上していて、最大 8K の 30fps での360度動画撮影は X4 と同じですけども、 8K ではなく 11K からのスーパーサンプリング処理により映像のきめ細やかさとディティールが大幅に向上しています。 X5 本体のサイズはこんな感じですね。バッテリーは 2400mAh で連続撮影時間は最大約185分ですね。前回の X4 よりも 37% バッテリー持ちが向上しています。 8K 撮影時は撮影時間が短くなりますので、そこは注意が必要ですね。他にも急速充電にもこちら対応しておりまして、20分で 80%、35分で 100% までフル充電することができます。時間がない時や撮影時の移動の際にもサクッと充電できるのはこちらかなり嬉しいポイントですね。 X5 は防水性能も備えておりまして、本体だけで水深15メートルまで対応します。見えない潜水ケース、こちらを使うことによって水深50メートルまで対応することができます。X5 のストレージは最大 1TB のマイクロ SD カードに対応していますが、 8K での撮影には UHSI V30 以上の高速なマイクロ SD カードが必須になります。はい、それでは実機の方を見ていきましょう。はい、こちらがですね、インスタ 360X5 の実機ですね。握った感触は全モデルの X4 よりもしっかりしていて、グリップ感が向上していますね。表面の素材も高級感のあるマットな質感に仕上がっています。両側にはこちらレンズが配置されていて、この部分はですねかなり傷つきやすいので持ち運びの際に注意が必要です。はい、そして本体の側面にはこちらですね、電源ボタンとプリセットを呼び出すことができるQボタンが備えてあります。ディスプレイ側には録画ボタンとモード切り替え用のクイックスイッチボタンがありますね。配置は全モデルの X4 とほぼ同じになっていますので、 X4 から X5 に買い替えるユーザーも迷うことなく使うことができそうです。はい、そして本体の底面には4分の1インチのネジ穴が1つありまして、三脚や自撮り棒を装着することができます。全体的に洗練されたデザインでフラッグシップ機材としての風格を感じさせますね。はい、では基本的な使い方を解説していきます。まずはこちらですね、電源ボタンを長押しして起動します。こちらの X5 の起動時間はおよそ約2秒と比較的早いですね。はい、そして初期設定ではカメラの方は360度撮影モードになっています。こちらのですね撮影ボタンを押すだけで周囲360度の映像を記録することができます。はい、そして他のモードの切り替えなんですけども、録画ボタンの横にあるモード切り替えボタンを押していきますとモードを切り替えることができます。
現在は 8K の 30fps になっていますが、こちらをですね、タップすることによって解像度を変更することができます。8K の他に 5.7K プラス 5.7K、4K に変更することができます。はい、そして本体のディスプレイ、左から右へスワイプしていくことで、オートまたはマニュアル撮影を切り替えることができます。オートの場合はこんな感じですね。映像の彩度、鮮やかさですね。こちらも設定していくことができます。オート撮影の場合は、標準、フラット、そして真ん中、鮮やかのこちら3種類から設定することができますね。そして他にも EV、こちら明るさですね。こちらも設定していくことができます。マイナス4からこちらプラス4までかなり幅広く設定することができますね。はい、そしてまだまだ設定の方はあるんですけども、こちらホワイトバランスですね。一番下は2000ケルビン、一番上まで上げますとなんと1万ケルビンまで設定していくことができます。僕のおすすめとしてはオートもいいんですけども、僕の場合は5600ケルビンで固定していることが多いですね。はい、続いてこちらですね。ジッターブラーの低減機能も追加されています。僕はですね、こちらのジッターブラー低減機能はオフにしているんですけども、実際に使ってみた感想としてはあまりそこまで画質に影響せずに効果がわからないような感じですね。この辺は実際に使ってみてオンオフ試してみることをお勧めします。はい、そして最後なんですけども、バランスの取れた露出ということで X5 にはレンズが2つついているんですけども、こちらのレンズをどう明るさを処理していくかみたいな処理をする機能ですね。だいたい僕は標準に設定していることが多いんですけども、こちら高に設定しますと2つのレンズのつなぎ目がですね、やや不自然になることがありますので、こちらはですね標準でいいのかなと思います。はい、では続いてマニュアル撮影ですね。マニュアル撮影の場合はこちらオートからマニュアルの方に変更していきます。マニュアルに変更することでシャッタースピードや ISO 感度も自由に設定していくことができます。インスタ 360X5 大きな特徴の一つがスマホアプリとの強力な連携機能です。こちらのアプリをインストールしまして Bluetooth または Wi-Fi でカメラと接続します。 X5 とスマホアプリとの接続は面倒な設定をすることなくめちゃくちゃ簡単に接続連携することができます。はい、ではこのアプリの中で僕が特におすすめしたい機能が AI によるトラッキング機能ですね。動物や乗り物、人物などを自動で追跡しフレーム内に常に収めてくれる機能です。編集機能を使って自分が手動でいちいち設定をしていかなくても人物を自動で追いかけるような映像が簡単に作れてしまいます。インスタ360といえば見えない自撮り棒機能も健在で、こちらの専用の自撮り棒を使うと映像から自撮り棒が自動的に消えて結構不思議なドローン撮影のような映像に仕上がります。インスタ 360X5 を使ったこちらの動画編集機能は非常に直感的で、映像編集の知識がなくても簡単に印象的な動画を作ることができます。はい、では実際に屋外で様々なシーンを撮影してみましたので、実際の映像を見ながら確認していきましょう。はい、ではこちらがですね、実際にインスタ 360X5 で撮影を行っております。現在の状況としてはこんな感じですね。自撮り棒の先にインスタ 360X5 を取り付けて撮影を行っております。現在のカメラ設定はこんな感じですね。8K の 30p、 そして色温度は自動に設定をして撮影を行っております。今日の外の感じはこんな感じですね。今日は若干結構雲が出てますね。曇り空なんですけども、向こうの方にはちょっと青空も見えておりまして、快晴ではないですけども、
やや晴れと曇りの中間という感じの環境で現在撮影を行っております。風はだいたい1メートルないくらいですかね。今撮影しているのはこんな感じなんですけど、特に本体には風防とかモフモフですね、その辺は一切つけていなくて、完全に本体だけ取り付けて撮影を行っております。この状況では風切り音どれくらい入っているんでしょうか。今回の X5 には新しくウィンドガードが実装されているということで、こちらのウィンドガードによって風切り音を抑えてクリアな音質で録音することができます。どれくらい風切り音が入らずにクリアに音声を拾えているんでしょうか。めちゃくちゃ気になりますね。そして今のこの撮影している時間が夕方の4時40分ですね。少し薄暗くなってきましたけども、どれくらい明るく撮れているんでしょうか。先ほどからこちら X5 の本体に内蔵されているマイクで音声を収録しているんですけども、音声の方はいかがでしょうか。そして X5 には Bluetooth によってこちらのワイヤレスマイクも接続することができるんですね。では実際にこちらの DJI マイク2の方に音声を切り替えてみたいと思います。はい、ではこちらの音声が DJI マイク2で録音をしている音声です。現在の収録環境としては DJI マイク2で音声を拾いつつ Bluetooth 接続によって X5 の方に音声を送っているという風な感じですね。僕が今装着しているこちらのワイヤレスマイクを使うことによってこういった屋外の少し風がある環境でもクリアに音声を拾うことができます。 X5 本体のマイクや録音性能もかなり高いとは思うんですけども、どうしても自分とカメラの距離が離れてしまうと声が入りにくかったり、周りのこういった環境音も拾ってしまうとは思うんですね。こういった環境でもワイヤレスマイクを使うことによって自分の声をクリアに収録することができます。インスタ360と DJI は全く別のメーカー、ライバル企業にもかかわらずこういった感じで使えるのはめちゃくちゃこれありがたいですね。はい、ではまず日中の屋外撮影ですね。こちら 8K での撮影は非常に繊細で風景の細部まで鮮明に撮影できてますね。映像の発色も自然で植物の緑が美しく表現されていますね。はい、ではこちらがですね夜間の撮影ですね。全モデルの X4 ではこちらの夜間の撮影がかなり苦手としていた場面ですけども、 X5 では大型のセンサーと超高速 AI チップの効果で暗部のノイズが大幅に減少していますね。はい、では実際の映像の方をご覧いただきましたが、360度カメラとは思えないほどめちゃくちゃ綺麗ですよね。僕は他のメーカーの360度カメラも持っていますけども、青空が白飛びしてしまったりとか画質に満足できずに使わずにいたんですよね。今回のインスタ 360X5 はマジでやばい、めちゃくちゃ綺麗すぎますね。実際に使ってみてストレスなく撮影できますし、編集も簡単。マジで360度カメラとは思えないほど音質や画質もめちゃくちゃいい。マジで最高すぎますね。はい、では僕がですね実際に 2,3 週間ほど使ってみた感想としては、屋外での1日撮影なら予備のバッテリーを少し持っておくと安心かもしれません。バッテリーはこんな感じですぐに外すことができますので、予備のバッテリーを持っておけばすぐに交換できますね。 X5 はモバイルバッテリーからも急速充電できますので、移動中に充電しておけばこちら付属のバッテリー1個でも十分に撮影することができました。はい、ではいい点と改善してほしい点、どんな人におすすめかをお伝えしてこちらの動画を締めたいと思います。まずはいい点からお伝えしていきます。 X5 は360度撮影で後からアングルの調整が可能。360度まるっと撮影することができますので、
動画を撮影している際にカメラを向ける必要がないんですね。本当にこれがめちゃくちゃ便利で、画角やアングルを気にすることなく撮影に集中できますし、アプリを使うことで後からアングルを調整することができます。こちらの専用アプリを使うことで後からアングルや画角を調整することができます。この機能はスマートフォンや他のカメラにはできない最強のメリットですね。はい、では2つ目ですね。大幅に向上した画質。実際に撮影した映像を見ていただきましたけども、マジで360度カメラとは思えないほど画質がめちゃくちゃいいですよね。薄暗い場所や暗所にも強くなっているということで、本当にこれ1台あればどんな撮影環境にも対応できちゃいます。はい、では3つ目ですね。充実した編集機能。360度動画の編集って結構面倒なイメージがあるかと思いますけども、こちらの専用アプリを使うことで X5 をお手軽に使うことができます。はい、では一方で改善してほしい部分も正直にお伝えしていきます。発熱が結構気になりますね。8K で動画撮影をしている際に30分ほど連続で動画撮影しましたが、結構本体熱くなってました。8K で動画撮影した際はこの辺はしょうがないとは思うんですけども、問題は撮影中の発熱ではなく編集中の発熱、この部分がですね結構気になりますね。バッテリーを挿入した状態で充電しながらアプリにデータ転送編集を行うと10分ほどでもかなり発熱してました。15分から20分ほどで本体が高温ですというメッセージが画面の方に表示されまして、スリープモードに入ってしまいました。この問題を回避するにはバッテリーを抜いた状態で給電しながら撮影を行うこともできますが、それでも結構発熱はしてましたね。編集中の発熱については次回のファームウェアアップデートで改善してほしいですね。はい、そして2つ目ですね。本体価格が若干高めですね。X5 は84,800円とアクションカメラにしては若干高めですよね。気軽に買える値段ではないと思いますけども、実際に使ってみると値段以上の価値は十分にあるかなと感じました。はい、では最後にイーサ 360X5 はどんな人におすすめかというとこんな感じですね。一つでも当てはまる人はぜひ X5 使ってみてほしいですね。はい、では最後にまとめですね。イーサ 360X5 は間違いなく現時点での360度カメラのベストバイです。販売価格は若干高めですけども、この画質と手ブレ補正の性能を考えれば十分な値段以上の価値があると思います。 X5 は360度カメラの撮影から編集までハードルや難易度が一気に下げられるのに、動画のクオリティや映像表現は上げられる。初心者の方はもちろん映像クリエイターにもぜひおすすめしたい一台です。はい、では以上がインスタ 360X5 のレビューでした。この製品の詳細は概要欄に記載していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。